以前作ったマイコン搭載のプロトセイバーエボリューション。その後もマシン開発を地道に続けていたのだけど、その過程で2つ問題が発生した。1つ目は、フォーメーション走行。フロントにセンサーをつければ簡単に実現できる、と思っていたのだけど、実際にやってみるとすごく難しかった。ゆっくり走っている時は、なんとか前のマシンについていけるけど、少しスピードを上げたり、向きを変えるとすぐに見失ってしまう。使っているセンサーが、本来数ミリの範囲を読み取るものなので、そもそも無茶な使い方なのかも。大きなセンサーを使えば解決するかもしれないけど、見た目的にはむしろ小さくしたいくらいである。ので、フォーメーション走行は、何か良い案を思いついたら搭載しようと思う。あ、タイヤ取れたわ。2つ目は、透明キャノピー。エボリューションはキャノピーを透明のままにすることで、マイコンの LED が見えるようにした。パラメータの状態がわかりやすいので、他のマシンも透明にしようと思ったのだけど、ここで問題が。エボリューションとスピンコブラは、リアルミニ四駆なので透明のボディが存在する。サイクロンマグナムとネオトライダガーは、透明のポリカボディが存在する。しかしハリケーンソニックだけ透明のボディが存在しないのである。というわけで今回は、ハリケーンソニックのボディを透明キャノピーに改造し、自作車足に搭載してラジコン化してみる。作戦概要は、ボディの一部を型取りし、キャノピーを肉抜き、型を当てて、裏からレジンを盛り付けて硬化する。型を外せば透明なキャノピーが完成。という算段である。ちなみに一番簡単にできそうなのは、サイクロンマグナムのポリカボディからキャノピーを切り取り、肉抜きしたハリケーンソニックに移植。という方法だけど、微妙な形状の差が気になるので今回は不採用。それでは改造を開始する。使うのはこちらの、お湯丸、と、UV レジン。100円ショップで調達してきた。お湯丸を、ペタリと貼り付け、型を取る。キャノピーを、きれいに肉抜き、ヤスリがけ。型を当て、裏からレジンを、盛り付ける。ネイル用、UV ライトで、硬化中。固まったので型を剥がしてみる。どうじゃ？おお。透明にはなったけど、なんか表面が汚い。ので、削って整える。クリアー塗装をしたらこんな感じに、細かい気泡や模様が入ってしまったけど、一応透明になった。そしてちょっと欲が出てきたので、ライトも同じように透明にすることにした。黄色い部分は、クリアーイエローのレジンを使ったけど、薄すぎてよく見えない。これにシールを貼ると、こんな感じ。ライト部分は黒く線を入れて、裏からアルミテープを貼ってみた。そして、国際ミニ四駆連盟公式コンテナ付属のステッカーを参考に、ウィングの TRF ロゴシールを自作。これを貼ればボディは完成。次はマイコンや基板の配線。今回は少しだけ小さいモータードライバーを使ってみる。と言ってもチップは前回と全く同じ。これらをモーターマウントに搭載。回を重ねるごとに若干だけどコンパクトになっている。これに書き込むプログラムは、前回のオールマイティなエボリューションに対して、こんな感じでコーナリング特化にしてみた。トップスピードは控えめだけど、コーナリング時に外側のタイヤの回転数を上げることで、スムーズにコーナリングできる。はず。プログラム書き込み中。次はシャーシ。基本的には以前作ったものと同じなので、一気に組み立てる。これにボディを搭載すれば、GP マシン、ハリケーンソニック、完成だ。早速走らせてみよう。ゴー。おお。トップスピードが控えめなのと、コーナーで減速しないので、とても走らせやすいぞ。エボリューションも走らせてみる。直
線はソニックより速いけど、若干コーナーで減速している。同時スタートで比較してみるとこんな感じ。コーナーでハリケーンソニックが前に出ているのがわかる。今回みたいな、小さくて直線がほとんどないコースだと、ハリケーンソニックの方が安定して有利だけど、綺麗なラインで、なるべく曲がらないように走ることができれば、最高速が速い分、エボリューションもワンチャンありそう。というわけでコーナリングマシンが完成したのだけど、ハリケーンソニックといえば、ハリケーンパワードリフト。標準走行に挑戦した際に、摩擦が小さければ、ドリフトできるということが分かったので、3D プリンタで硬いツルツルタイヤを作ってみた。これをつければ、ドリフト特化型ハリケーンソニック、完成だ。走らせてみる。おお。これは、ドリフトできているのでは？マシンが綺麗にスライドしているぞ。テンション上がらざるを得ない。ちょっと画質荒くなるけど、スローで見てみよう。うおー。何かマーカー的なものを置いてみよう。アニメさながらのゼロカウンタードリフトだ。障害物ギリギリを通過するのが熱いぞ。これは控えめに言って、とても楽しい。モーターが焼けるまで遊んでいられるやつだ。ただ車体が小さいので、操作がとてもシビアな気もする。油断すると簡単にスピンしてしまう。まとめ。透明キャノピーのボディを手に入れた。コーナリングマシンのハリケーンソニックが完成した。低摩擦のタイヤでドリフト走行ができた。というわけで次回は、ネオトライダガー GMC を作る。スピンコブラを作る。上記のどちらかをやってみる。